今の僕みたいには苦労しないかなって思いますけどおはようございます。じゃあ仙台です。父は結構あまり物を言う感じの父じゃなかったので、とりあえずやってみらんとわからんとじゃみたいな感じの父だったですけど、初心を忘れないようにその父と亡くなる前に約束したお店をまたやっていくねっていう気持ちを持って営業の日は立たせてもらってます。今日もまたよか天気ですね。手前にあるのが JR が通ってるんですけど、この結構電車が通るたんびにお店ごとが結構揺れて、結構迫力があるかなと。小さいお子様には結構人気があったり、景観は結構、お客様には好評です。念入りに拭いてちょっと準備をしますね。6キロ、これで10キロです。看板メニューっていうかもう一つあるんです。ブリヤードステーキってあるんですけど、の仕込みから入らせていただこうかなと思ってます。6点何キロ 6.2、3キロしかないです。サイコロステーキ用とちょっと牛ミンチ用にさばいていくんですけど、ペティナイフでこういったところはちょっと取り除いていきます。薄くじゃなくて結構がっつり取ります。骨に当たってるところだから、乳臭くなったりとかしてる部分でもあるんでです。こっちの方だけ落としていきます。ここも取り除きます。ここ残してるステーキ屋さんとか多いんですけどね、僕はここ取っちゃいます。やっぱなんか下に残ったりとか食べた時に筋ずっと薄い筋噛んでるんで、今日もったいないからっつってちゃんと残してる飲食店さんの方が多いかと思います。ただうちはこういった部分も使用用とじゃハンバーグのミンチに混ぜたりとかするんで、牛 100% でやってるから、ここの部分取り除いたんですけど、うちの場合はもう大体こっちの部分はもう全部ミンチ行きです。
ランチの準備していきます。他の多分お店さんよりかだいぶその食器が薄いソースになってるかと思います。っていうのもうちのその看板メニューのチーズハンバーグのチーズがやっぱ塩味が強いので、とりあえずしょっからくなっちゃうからもう薄く作るようにはしてますね。もうなるべくうちのこだわりとしてはその先代と同じような手法で同じ素材を使ってから提供するっていうのが今僕のこだわりですね。もちろん時代の流れとともにやっぱ好まれるものが全然変わってくるから対応できるように味の安定がやっぱ一番難しいので、毎日味見はするように心がけて。妻です。一緒に働いてもらってます。ほとんどホールスタッフとして頑張ってもらってます。7年前にお店再開して、その後妻と出会って3年前ぐらいから手伝って、3年前もう4年ぐらいになってるかな。ちょいとスープ作りをします。彩香さん、これ入れとってもらっていいですか。これ、はい、 OK、 大丈夫です。テンダーロインステーキって言ってキロ4000円ぐらいなので多分1万円ぐらいかな。肉って結構その個体でこの牛ちゃん出荷前にいじめられたのかなとか、特有の匂いだとかですね、基本的にもう匂いが出たらもうアウトです。僕の中では絶対やっぱ焼き加減レアでって言われるお客様ももちろんいるので、だから極力品質自体は落とさないようにって業者さんの方には言ってはいるんですけど、どうしてもやっぱり輸入牛だからそんなのやっぱ開けてみないと分かんないですよね。でこっちはサイコロステーキの方に回してですね、でこっちはひき肉として回します。こんなもんすかね。で 250g ぐらいなんで、全部真空かけていきます。物が悪くならないように導入させたっていうのは一つあります。日持ちがやっぱり3日4日ぐらいは長くなるから、3年前に導入してリアルな話、資金があるうちにもう設備投資はもう完全にもう全部終わらせたような感じです。これ勢いが強いのでもう自動でパッて開くから、ちょっと中覗き込んだ時に鼻ぶつけて鼻血が出たことはありますねある程度これは距離を置いてトラウマになってます業者さんから仕入れたカウミート、ひき肉の材料ですね。成人男性1人分ぐらいのお肉は触ってます。ここから仕込みをされるお店さんって多分あれかな、こだわりが強すぎてもうメーカーさんにお願いするんだったら自分でやってしまおうっていうことで、自分がこう一からここまでの段階をやった方が納得するっていうか。よし、
れが何気に重くてですね、うちが使ってるのはこっちですね。一般的なところで使用されてるやつはこっち、粗めです。より肉の食感が出るようにちょっと粗めにひいてます。このハンバーグステーキですね。肉噛むっていう。この量ですよ。あともうちょっとです。創業当時からずっと、先代の時からずっと同じ形で提供してるうちの名物のチーズハンバーグは平べったいです。先代の時からずっと粗いひき肉にはしてたので、ちっちゃい頃から父ちゃんがやってた仕事風景は見てたので、どうやって作ってるのかとか聞いてましたし、肉々しさが欲しいので、これもうちでミートスライサーで0.5ミリ幅でポーションしたやつをこの中に入れるような形ですね。ただ違うって言ったらやっぱ機械を入れた、僕は自分でこの厚さミリ数にしたりとか自分で肉を引いたりとかしてるんですけど、今の時代に合わせたような形。だいたい 180g ずつ。お客様の声だとかお昼の間時間に早く提供できるようにっていうことでこの形になったんでしょうけど、この形を35年前によくうちは編み出したなっていう、尊敬もありますね。おはようございます。彼女が今年入った新入社員のマイナちゃんっていうんですけど、今日ちょっと彼女が焼き場、お恥ずかしいフライヤーのところが見られる。今日掃除する予定なんですパンツ見られてる感覚。マイナちゃんポテト揚げてもらっとける？大丈夫？やったことはない？分かった。そうこれで作って入れてる。あとはるかちゃんじゃなかったっけ？あ、来ちゃった？いつ来ちゃった？さっき来ました。マジ？全然気づかなかった。じゃあよろしくお願いします。お願いします。今日牛ロースステーキ、下に入ってたジャガードかもしてるやつね、お願いします。オープンになったらですよ、なりました。はい、すいません開けますよし、頑張ろう。マヨネーズつけれる？つけようか。いいですよ。
まだ全然はい、お願いします。お願いします。お願いしていい？はい。お願いします。日替わりランチ。こういった一品料理は僕が対応してます。日替わりが3つです。はい。やばいよね。分厚さがなんかめっちゃうまいっす。なんかハンバーグなんだけど歯応えが。5名様でした。今のお席になっております。はい。席が機種内ご案内する形になります。ありがとうございます。お願いします。はい。2つ入れます。あ、はい。わかりました。あ、2つだけです。2つ。大変みたい。
願いします。ありがとうございます。お願いします。ご飯が足りなくなったのでちょっと行きます。いつもガス釜でちゃんと炊くんですけど、ちょっと今日は間に合わなかったみたいです。どれです。月一は来ます。月一は必ず来ます。僕は最高のステーキが、いつも最高のステーキ。すみません。いつもありがとうございます。どうするの？ここでしか食べれない味があるんで、もうなんか肉食いてーって思ったら10回以上やっぱオンザライスです。オンザライスつゆだけがたまらないですよ。これ門川町って言うんですけど、で音島が見えるんですよ。あれ音島っていうんですけど、これがもう門川の人たちのなんかふるさとの映像、ここをこう見える場所にお父さんが作って、門川愛が強かったから息子さんもそれを継いで地元愛で街づくりのことに積極的ですよ。お願いします。すいません。観光協会のよろしくお願いします。観光協会の副会長です。それだけはお伝えしておかないと宣伝はさせていただきます。全く汗かいてないように見えるんですけど、慣れですね。今はまだ大丈夫です。季節的に夏になったらもう暑い汗かきそうだ。働き始めたのはバイトを1年間してて、今月から新入社員になりました。今は20歳です。きっかけはもともと接客業に就きたいと思っていて、バイトをしてる中でマスター含め社員の方たちもみんな優しくていい環境だなって思ったので、働きやすいかなって思ってここにしました。昔から地元で働きたいと思ってました。難しいのはお肉の焼き加減。基本的な焼き加減がレアとミディアムとウェルダンがあって、ミディアムが難しいかなって思います。しっかり火を通さないとレアの状態になってしまうので、焦げないようにもしながら火が入るように気をつけてます。マスターの教え方とかはどうですか？分かりやすくて丁寧に教えてくれます。いつもテキパキと行動して周りも見ながらしっかり作業してて、お客さん常連さんとかとの会話もしてるのですごいなと思いますお客さんが何度も来たいと思ってもらえるようなお店にしていけたらいいなって思います。父の時から入れたら35年目か。2014年に父が他界して、そこからちょっと4年ぐらいはお店を休業してました。
でそこから僕がまた引き継いだような感じです。もともと僕熊本のホテルで仕事してて、父が体調崩して寝てる時とかも結構やっぱ寝ながらでも仕込みをしてるんですよね。でなんかもう寝ながらこうやってるところを見て、お客様のためになんか一生懸命やなーって思いながら、その先代の時からついてるお客様がやっぱ駐車場を結構出入りし、いつまたオープンするとけとか、地元のお客様のお声とか聞いてるうちに、これってやっぱなくしちゃいけないものかなと思って継ごうかなっていう意識が。ただけどその時って僕自分の引き出しがなかったから、まだ飲食店で勉強したいなっていうことで和食屋さんで1年ほどでっちで仕事させてもらった後に、ピザパスタ屋さんだとか、あとお肉関係ステーキとか、あとバル形式トリプルワークぐらいさせてもらって、朝は何屋さん、昼は何屋さん、夜は何屋さん、サイクルで勉強せんとなかなかやっぱ3年でお店をまたリニューアルさせるっていうのは難しいなと思って勉強させてもらってましたね。上がランチで下がディナー、お客様の1日の来店数、今日1日の、来店人数はお昼が66の夜が58名で合わせて124名で、売り上げが21万3360円でした。はい、もう少し欲しいところですね。はい。ですね、初期投資額が高校さんの方に、運転資金で200万、設備投資の方で300万、計500万でリニューアルオープンをさせました。だからあんまりいじってないんですよ。いじったては内観のこういった壁、ログハウス調に僕がしたいっていうのがあって、もともともう持ち家住居兼店舗、この作りの2階が自分の実家になってまして、家賃はかかんないですよね。固定資産税がかかるぐらいで、ガス代が月々10万で、電気代がやっぱり7、8万ぐらい、水道代は1万7、8千円ぐらいですね。だから合計したら20万。今社員が3人のパートアルバイトさんで5人で、月の人件費は80万ぐらいですね。昔からやっぱ社員さんだとか、その働き方に関して飲食ってやっぱどうしても長いイメージ、なんか常識っていうものをなるべく取っ払いたいっていうか、7.5 時間から8時間以内で帰ってもらう、残業それぐらいやったらなんか自分の時間に当ててほしいなっていう思いで、僕にとっての一番最初のお客様ってビジネスパートナー、そのスタッフですから、スタッフ一人一人の笑顔にさせん限りお客様にも笑顔になんないよねって、うちのファミリーでもあるし、だからあんまり従業員っていう言葉自体があんまり好きじゃないです。うちで働いとってよかったなっていうような職場環境にもしたいし、やっぱ自分のスキルもうちで上げてってもらいたいなって、将来的にお店を出しますとかいう人間もやっぱりいるから、知れてますけどうちでの経験全部教えて伝えたい。本当人は宝ですよ。今広告費は出してないですね。広告費はもう払ってません。もう SNS のインスタグラムだけ。うちの売り上げがだいたい毎月平均がだいたい400万です。はい。売上の原価がだいたい 40% ぐらいですね。毎月の利益的には1割は残る。1割は残んないか。0.5 割ぐらい。それが僕のお給料みたいなもんですね。やっぱり今以上に利益率は上げていきたいっていうのはもちろん思ってまして、今のお店だけではなくて、また販路開拓するイベント出店したりだとか、できればそういったふるさと納税の品としてなんか出せれたらまた変わってくるのかなとか思ったり。だから今後その自分でお店をされるとかいう方、もう少し僕自身も今まだまだなんですけど、数字的な面を勉強しないとダメだなって、今の僕みたいには苦労しないかなって思いますけどはい。けどこれだけ言います。本当
お客様だけは裏切っちゃダメ。地域のお客様に愛されるお店作りを今後もしていきたいっていうのもありますね。愛されるためにやっぱお客様に求められる商品サービスずっと追求し続けていきたいと思ってます。失礼いたします。じゃあサイコロステーキでございます。失礼いたします。こちら釜田焼きチーズハンバーグです。